お、さっきより全然美味しい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。何これ。いやでもこれ何がびっくりしたよね。びっくりした。全然違う、さっきと。めっちゃうまくなったじゃん。はいどうも、コーヒーに愛された男カスヤです。てつさん、今日は、はい、ちょっと実は私もですね、てつさんのこう YouTube のチャンネル手伝わしてもらってる中で、他のもちろんコーヒー系の YouTuber の皆さんの動画もちょっと見たりするんですけど、皆さんこうやってる豆がありまして、こう抽出するのに挑戦されてる豆がありまして、なるほど。どうしてもちょっとそういう動画見てる中で、この豆をてつさんに入れてもらったらどうなるんだろうってすごく思った実は豆がありまして、買ってきました、今日。じゃああれかな、成城石井かカルディか UCC かキーコーヒーか、いい線いってますね。 AJF かみたいな。じゃあ出していいですか。こちらです。はい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 当たってましたね。まあやっぱそうだよね、みんなやってるよね、カルディとかはね。カルディの豆をてつさんに渡したらどういう、ちなみに今まで入れられたことはありますか。俺マジ一回もないかも、カルディって人生初カルディですね。多分初かな。俺カルディ通らずに来ちゃったんだよな。不届き者だよねスターバックスはね入れられたことあるってね言われてましたけど、俺のコーヒー遍歴は一番最初はもちろんサザコーヒーなんですよ、病院抜け出して買った、その次谷中コーヒーだったからね。いや、なるほど。そう割と一気にそこまでジャンプアップしちゃった感じはあった。なんかめっちゃ本読んでさ、いろんな、何の記憶にも残んないんだけどその中になんか焼きたてがいいとかってさ、やっぱ昔よく言ってたじゃん。そしたら谷中コーヒーになりますよね。そう焼きたて買いに行きたくなりますもん。焼きたてがいいんだみたいな、そう思っちゃうよね、本にそうやって書いてると。ほんで谷中コーヒー行っちゃったから、カルディ飛ばしちゃってたんだよね。カルディは多分畠山さんとかすごいやってた。やっておられてて、いや畠山さんの動画見て面白いなと思って、やっぱり多分そのね畠山さんと哲さんのアプローチが違うから、多分畠山さんの動画見られた方もこの動画見るとちょっとまた面白いんじゃないかなって思ってて。うわー、でもそれさめっちゃあれじゃん、加瀬さん大したことないんじゃないみたいなそれはやってみないとわからないですよね。俺ちなみに見てないんだよ、畠山さんの。そうだから余計怖いな一応今日あれです、超深入りっていうのも買ってきてて、で今まで動画でてつさんめちゃくちゃ深入りは入れられてないじゃないですか。入れてない。コメントにもよく来るよね。そうコメントで来てたので、だからちょっとそれまた別の動画として超深入り、もう真っ黒けの豆を見て、これ明らかにパンパンに膨らんでるじゃんこれもう全然違うもんね。ガスの入り方がやばいですね。体積がやっぱでかくなるしね、深入りだから。ちょっとそれね別の動画としてまた次の動画で深入り、超深入りを入れるとどうなるのかっていうところも、まずは一番こうね標準のマイルドカルディ。マイルドカルディで、確かにマイルドカルディの入れ方ってよく聞かれるかも。そんなに売れてんだね。人気ですよね。カルディ結構ねお店の数も多いので買いやすいっていうのもあると思いますね。だってなんならシャポにあるしね。そうですね、ありますよね。だから弊社の競合ですよねターゲット層が違うからあれだけど、にしてもめっちゃおしゃれだね。パッケージやっぱなんかこのカルディ、一目でカルディって分かるこのパッケージです。そうだね、すごい。なんかこうアートですよね。これだって絵全部一緒なんだよ、今見てると。色味だけ変えてんの。確かに若干違いますね。そう描いてる絵はね全部一緒っぽい。すごー。じゃあちょっとこれ、じゃあまずはあれかな、普通に入れてみて、どんな味なのかチェックして、そっからじゃあブツブツ言いながら変えていこうかな了解です。結構ねみんな参考になるところがこうね、いざ分かんない豆を渡された時に哲さんどうそうだね、気になる人も多いんじゃないかと思うので。了解です。じゃあちょっと
初見の豆をどうやって入れるかって話よね。はい。わかりました。じゃあね、まずパッケージから情報を集める。おお、なるほど。うん。なるほどなるほど。いきなりまずもちろん入れるってことはせずに。そうだね。やっぱまずはこれどんな豆なんだろうっていうのをマジで知らないからね。はい。あ、でもこれやることあれじゃん。もうブリュワーズカップの必修サービスと一緒っすよ。おー、プロフェッショナルですね、なんか。あれはまあもっと難しいけどね。パッケージないから。情報ないですよね。そう。何の情報もない豆面しかわからないから。でもこれブラジル本来の優しい甘さを引き出したって書いてある。あ、じゃあブラジルねっていう。で、あとここに原材料名見るとですね、はい、ブラジル、コロンビア、他って書いてあるんですよ。おー。見えるかな。表示法みたいなのがあって、はい、一番多く入ってんのがブラジルっていう証拠なんですよね。まあもしくはブラジルとコロンビアが同じ比率なんだけど、はい、まあ、ブラジルよりコロンビアが多いってことはもうこの状態でないことが分かる。なのでまあブラジル多めで、次コロンビアで、その他っていうのはもう分かんないんですよ。はい、1カ国なのか2なのか3なのかも分かんない。はい、なのでまあそこら辺はバランス取るために入れてんだろうなみたいな。味はほとんどブラジルで、コロンビアが、まあ、バランス取るためぐらいに入れてんのかな。もう今この情報だけで何か哲さんの頭の中にはあるのかもしれないですけど。でテイストバランスは酸と苦味の真ん中って書いてあって、はい、まあもう多分これは一番中間なんだろうね。ボディもライトとフルの中間、はい、ローストは浅入りと深入りでちょっと浅入り寄りになってるね。中入りと浅入りのちょっと中入り寄り。なるほど。なるほどね。だからまあお湯の温度は90度ぐらいなのかなみたいなのは思うけど。もうパッケージだけで今お湯の温度が出てきましたね。まあね、焙煎度でね、ただこのカルディの言ってる中浅入りと俺が想像する中浅入り、はい、違う可能性高いから。確かにそうですね。そうこれもコーヒー業界を難しくしてると思うんですよ。一般の人に浅入り中入り深入りって言うけど、はい、実際にはみんな違うからね。主観ですもんね。そうで厳密にはさ、なんかハイローストとかさ、なんかシティローストとかってあるじゃないですか、はい、で色味で決まるわけですよ。でも厳密にそれと比べて自分のところの豆がハイローストですとかって言ってないと思うんですよね。なんかそうこのぐらいだよねみたいな。しかもね、めっちゃ難しいこと言うと焙煎度の話、ちょっとなんか話ずれてっちゃうんだけど、はい、色味で今そのロースト具合が決まるって言ったじゃないですか、はい、これまたね、色味と焙煎の進み具合は別問題なんですよ、はい、もうこれもまたむずいんすよね。なんすか、ただ焼肉とかで高火力で焼いて外側焦げてるけど中火入ってない。そう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 、全くそれ。なるほど。だから深入りにしてるようで実はあんまりディベロップって言ってその発達、はい、フレーバーとかを発達させてない豆も存在する。なるほど。だからこれ何入りなんですかってもはや無意味な質問になっちゃうんだよね。まあそれはちょっとまた今度別途。そうですね、もう今ここだけで10分ぐらい。いやもっと話せちゃうからね。マジでむずいんすよ。だからなんかいろんな焙煎度の豆用意してで砕いて粉の時の色味と豆の時の色味と比べてってもいいかも。あー美味しそう。いい匂いですか。はい。これなんかに開けようか。なんかちょっと白いところに。うん。こう今じゃあこう豆面を見ながら哲さんとしてはこう見ていかれるところっていうのは。まあやっぱ焙煎度のチェックかな。はい、まあ確かにそんなに深くはないけど、はい、うちで言う中入りぐらいかなやっぱり。でもまあ引いてみないと何とも言えないかな。であと少しやっぱりムラがあるよね。なるほど。まあそれはもう仕方ないかな。でも俺あんまり
パッと見てどれがブラジルとかっていうのはあんまよくわかんないです。まあ一回入れてみましょう。このまま入れてみようかな。うん。でその後ちょっと俺今もうすでに気になることあるから、はい、それをちょっとやって改善できんのかっていうのを見ていこう。はい、というわけで入れました。ちなみに、まあ、今これ入れられた手法としてはもうほんと46メソッドみたいな。そうだね、46メソッドで、まあ、15g ぐらい使って、まあ、225g のお湯を注ぐ、まあ、ベーシックな入れ方をやりました。はい、ちょっとまずはこれを飲んでみて。うん、そっから調整だね。じゃあ上松君。はい、そうですがいただきます。まあ、香りは結構軽い。うんうん。はいはい。思ったより酸の印象がありますね。そうだね。ブラジルとこう入ってる豆からの印象からでも。まあ割とね、ブラジルとかコロンビアもちょっと浅く焼けば酸で出やすいしね。はい。まあでもやっぱりブラジルのちょっとナッティーな印象とかも感じる。はい。うん。でまあマイルドカルディって言ってるぐらいだからやっぱ飲み口は軽いよね。軽いですね。こうなんか誰でもね、女性とかでもすごいごくごく飲めそうな。うん。こう変なこう苦さもないですしね。へえ。なんかイメージが変わる。なんかさ、俺らはというかスペシャルティの人たちってそうじゃない。まあ多分スペシャルティコーヒーとは言えないじゃないですか。はい、まあ農園とかも分かんないわけだし、はい、そういうとこのコーヒーはもうすなわち苦いもんだと思ってたから。いやでもそういうイメージはありますよね。全然そんなことないじゃん。なんか苦くて飲めないとかはなさそうじゃないこれって。そうですよね。ただまあちょっとね今の入れ方だと酸が目立っちゃってる感じはするね。はい。そこを調整した方がいいかな。俺だったらどうするよかな。もう少しなんか俺がいつもコーヒー作る時に意識するのがその酸味の量と甘みの量、このバランスをうまく取ることなんですよ。はい。で今だと酸がちょっと多くて甘さの部分がやや弱いのでちょっとそこのバランス調整が必要だなっていうのと、あと後味というか質感、口当たりの部分っていうのも結構意識してて、軽い飲み口なのはいいんだけどちょっとまあそこが軽すぎるのもあって酸が引っ張られてっちゃってる。まあ引っ張られてちょっと感じやすくなってるところがありそうで、はい、後口も少しその軽すぎるがゆえにちょっとざらつきっていうかそういうのを感じる味作りになっちゃってたので、まあ、そこを少し修正する必要がありそうで、お湯の温度は今89度でやったんですよ。ちょっとだけ低めにしてたんで、はい、なんかこれは間違いなさそう。多分これをもう少し、まあでもお湯の温度高くすれば少し抽出は進む、より成分は出せるんで、もしかすると甘さがもうちょっと引っ張り出せるのかもしれないけど、同時に雑味も出やすいじゃないですか。はい、なのでそこは少しリスキーかもしれない。なのでまあ89度キープで良さそう。でまずは引き目を少し細かくしようかなとは思うんだけど、はい、ちょっとここで濃度計を使わせていただく。はい。ちょっとプロ御用達アイテムみたいになっちゃうんだけどコーヒーってほとんど液体ほとんど水なんですよ。はい、何%水じゃない液体が溶け込んでるかを測る機械です。なので 1% ってここに出てきたら 99% はただの水で 1% だけ水じゃない成分が溶け込んでるっていうことを示すものなんで、はい、まあ、疑似的に濃度をねそうできるよっていう機械ですね。あ、でもこれ濃度感はちょうど良さそう。でも少し高いな多分。1.33 とか。1.33 っていうのはちょっとやっぱ高いっていう基準になるんですか？豆によるよね。そうそうそう。まあ 1.33 とかでめちゃくちゃうまいものもあるんだけど、
まあ、基準はさよく言うのは 1.15 から 1.35 が、はい、いいレンジって言うんだけど、はいはいはい、俺個人的にはもうちょいずれてるような 1.15 ってもう結構薄いから。なるほどなるほど。スペシャリティで言えばまあ 1.2 ぐらいから 1.4 ぐらいかな。でも焙煎度にもよるよね。はい、焙煎が深いもので 1.4 とかだともう結構きつくなったりする。まあでもそれも入れ方次第かな。なるほど。まあでもこれ見ると、まあ、1.35 なので多分ちょっと濃い。はい。なのでこれをそのまま細かくしてしまうともうすごい濃いコーヒーになっちゃうんで、はい、少しグラム調整とかをしてバランス取っていこうかなと思います。はい、さっきがねこれ実は 15.5 を使ったんですよ。はい、で225なんで厳密には15倍いってない。なるほど。本来15倍 15g に225で1対15なんですけど、はい、15.5 使ってるから、はい、この 0.5g の罠。まあ皆さんはいやそんな大したことないって思うかもしれないけど、はい、その 0.5 で味はもうまるっきり変わるからね。はい、だから比率で言うとさ 14.5 倍なんですよ。はい、で本来15倍のものを 14.5 倍にしちゃってるから、はい、結構濃くなっちゃう。なのでちゃんと 15g にするというわけでちょっともう一回入れてみます。はい、細かすぎるかな。でもこうやって俺は調整していくんですよ味を。いやでもこれ結構貴重というかやっぱねその哲さんのこう考え方を、ね、知ることってなかなか、ね、ないと思うのでやっぱまずはベーシックな入れ方いつも同じように入れてみるっていうのは重要だよね。やっぱ冷めてくるとちょっときつい味がまあ濃すぎるからはあるね。冷めた時にさちょっと酸っぱいなって思う時って俺多くの場合濃く入れちゃってる気がするんですよ。なのでこれもしかすると引き目を変えずにブリュレシオだけ伸ばすのがいいのかもしんない。ちょっとこれブリュレシオを伸ばすということは要はお湯の量を増やす。お湯の量を増やすか、はい、粉の量を減らすか。なのでちょっと今回は、ちょっと粉の量を減らそうかな。粉の量を減らす。そうすると、濃度感は整う、はい、でもそうすると甘さと酸味の量はまだちょっと調整がうまくいってないからこれ本当だったら1個ずつ変えてほしいんですよ。要素を1個ずつ、はい、粉の量だけ減らすで1回入れる、はい、でその次また何かを変えるやってほしいんだけど、俺はね、はい、俺はもういいかなみたいななんとなくもうこう次はこうやればっていうところがになりそう。でもちょっと一回その前に挟もう。ここで1個やるとしたら、はい、やっぱこのハンドピックっすね。はい、やっぱりさっき入れる前にちょっといろいろ思うところがあったのは、やっぱこういうちょっと色味が入ってない豆ってのがどうしても出てきちゃうんですよ。はい、こういうのを取っちゃった方がいいかも。マジで美味しくしたいんだったらね。入れ方うんぬんじゃなくて、はい、これだけですげえ美味しくはなるんだけど、これ色味が入ってない豆ってこれなんでこういう色味入らないってことなんですかね。なんかね俺が知ってる限りだと、はい、これさ色が入る原理って褐色反応、はい、玉ねぎ炒める時にさ、茶色くなってくるじゃないですか。メイラード反応ってそうでメイラード反応が起きるために必要な、メイラード反応が起きるために必要かは分かんないけど、はい、糖分がちゃんと含まれてないと、カラメライズされていかないみたいな、はい、でその糖分の元になってるのがやっぱ熟度、はい、コーヒーチェリー自体の、はい、で真っ赤になったやつは素晴らしいんだけど、はい、青いまま積まれちゃうものもあるじゃない。
でそういうのってやっぱ熟してないからこうやって火が入っていかない、そういうことなんですね。火が入っていかないというかまあカラーがつかない。なるほど。だからこういう色味が入ってないやつっていうのは弾いちゃった方がいいよねっていう。フルーツとかでも熟したやつの方が甘さあったりして美味しい。そう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 。まさにそういうようなことですよね。全く一緒っすね。でまあざっくりでいいっすよ。まあ俺らはねその大会に出る時とかさもうこのハンドピックにめっちゃ時間かけたりする。命かけてますよね。そうそうそう。もう大会会場行く前にももうハンドピックしてるのにまた直前でみんなめっちゃやってさなんだろうざっくりこの色の違いって分かります？この今取り外した方結構明るいじゃん。はい。なのでこういうのは弾いた方が良い。でこれね興味があればこれだけめっちゃずっと集めて後で入れてみてほしい。やばいからこれ一粒でも入ると結構嫌な味になるんですよ。まあこうやって割ってさ匂いを嗅いでみてもらうと分かるんだけど、すんごいナッツの匂いがするんですよね。そうなんか私も一回やったのがおせんべいみたいな匂いしますね。なんかおかきみたいな。これが割と悪さするんですよ。なのでこういったものを極力外してあげるっていうのも結構必要なことかも。じゃあもう一回入れてみますか。はい、まずハンドピックしちゃう。でグラム数は多分 14.5 グラムぐらいまで減らしちゃう。はい、でちょっと細かくするわ。はい、さっきこのコマンダンテで30だったんだけど、まあ、28ぐらいかな。それから大きくグラム数減らして少し伸ばして濃度感を薄める。だけどもう少し甘さを引き出したいから細かくする。でまあちょっとこの辺はあれだけど、まあじゃあ26クリップになってるってことですね。26なんでまあまあ割と細かいまあ中引きぐらいかな。はい。なので、今日コマンダンテですけどコマンダンテない方はまあいわゆる中引きを目安にそうだね。やってもらえればっていうことですね。まあ最初の引き目より細かくするって考えればいいですね。なるほど。でも本当はこれ2回に分けてやってくださいね。まずは粉量だけ減らす。はい、でその後でもうちょっと甘さが欲しいなってなったら細かくするみたいな、はい、っていうやり方を推奨します。なるほど。俺はもうざっくりグラムを変更したらこうなるよなみたいなのが分かるんでやらないですけど。じゃあちょっと入れていきたいと思うんですけど、はい、ここで見てほしい。これ今ね 14.5 グラム測ったつもりだったんだけど、はい、今ここ見ると 15.5 になってるんですよ。はい、なのでこういう時ちゃんと調整しましょう。これが1グラムぐらい。結構多くない？確かにこうやってスプーンで見ると結構多いよね。多いですね。だからこれをやっぱ入れてしまうかしまわないかで味がかなり変わるんですよ。なるほど。これがもう 1g の重みです。なのでこういうのはちょっとのかします。はい、でちゃんと 14.5 狙った通りのグラム数になったのを確認して入れ始めます。で今回89度は同じで225g のお湯を注ぐんで、はい、まあ46メソッドのセオリー通りでいくと、はい、1投目少しだけ少なくしてあげて甘さをより引き出す方法を取るので、はい、最初は 30g にします。はい、で2投目で、90g まで注ぐっていうやり方にしていきます。スタート。まずはね全体しっかりとお湯をかけて、実際これ見てもさあんまり膨らまないのが分かる。
はい、まあこれはちょっと浅めに焙煎されてるからなのかもしれないんだけど、はい、まあやっぱり若干焙煎から日は経ってるのかなとかは考察できるよね。なるほど。そうするとちょっと日が経ってるんであればやっぱり少し細かめに引いてあげないと成分って出にくいから、はい、より酸が目立っちゃうよね。なので今回少し細かめに引いたのはハマりそうな気がするね。はい、で今 90g まで注ぎました。これでまあ 225g 全体の 40% 分を抽出したってことになりますね。はい、でも美味しいね、カルディも。なんかちょっとこう私としてももっとギラギラの深入りのみたいなビターがバーンとくるのかなと思いきや真逆だったので、ね、この今結構衝撃を受けましたね。だからやっぱ愛されてる理由でしょうね、これね。いやそうだよ。いやそうなんだよ。結局売れてるってことは愛されてるってことなんだから。そうですよね。そうなりたい。ピロコフィアも。あ、もう全然系統違うからね、うちのはね。まあ、そうですね。あ、じゃあ今度うちのブレンドの入れ方とかやってみる？意外と今までやってなかったんじゃそういえば。テツさんのこのそうだよね。YouTube 始めてまさかのフィロコフィアの豆をちゃんと入れてちゃんと紹介したことがない。たまにあったけど、はい、使うのは。そうだよな。しかもあのブレンドって俺の設計思想が結構込められてるものなんで、あ、じゃあ今度紹介させてください。宣伝になっちゃうけど、あんま宣伝してるのやりたくなかったんだよね。ああ、なるほどなるほど。だから案件もほとんど断ってるし。でもそうだね、確かに。結構この YouTube 見てくれてる人の中にもフィロコフィアのお客さん多いんで、はい、通販とかでもどうやって入れるんだろうっていうのはもしかしたら興味あるかもしれない。いい感じかも。お湯の抜け方とかも。うん。まあ、基本的には3分半ぐらいでほとんど全部落ちきるのが良いので、はい、ペース的には良さそう。まあでもハンドピックであんまり良くない豆外す。でそれでそもそものクオリティが上がるし、でちょっと細かく引くことで甘さを引き出す。でグラム数減らして濃度感を調整する。これで今3分半ですね。はい、ちょうどいい引き目でした。はい、なのでやっぱりさっきのはもしかしたらちょっと粗すぎたのかもしれないですね。なので粗いってことは抽出力が弱いってことなんで、そのコーヒーって基本的には酸が出て甘さが出てで苦味が抽出されてっていう基本ロジックあるじゃないですか。はい、それで言うと抽出が進まないまま終わっちゃうから最初の酸だけが出てきて、はい、酸っぱくなっちゃった可能性は考えられそう。なので今回ちょっと細かくしてる分ここまでしか出てなかったのがこの辺まで出るようになるから、はい、酸が出て甘さが出てっていうところまでしっかり抽出できてるかもしれない。なるほどなるほど。まあ、そこは飲んでみないと分かんないので、じゃあ飲んでみましょう。はい、というわけで入れてみましたんで飲んでみましょう。はい、じゃあちょっと忖度なくいきましょう。まあでもね、さっきとどう変わってるかっていうところもこれは一つ見るのかなと思いますよね。あ、でも香りの時点でちょっと変わってんね。なんかさっきよりこうなんか甘さがある感じられるね。さっきのもう少し酸がツンときてたもんね。はい。お、さっきより全然美味しい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。何これ。また発揮しちゃったよ、天才ぶり。もう自分で言っていくスタイルですね。いや、もう。いや、でも何がびっくりしたよね。びっくりした。全然違う、さっきと。めっちゃうまくなったじゃん。
いや、ちょっと叫んじゃいましたね。あまりにも違う。あまりにも今、お互い声が出ちゃった。うん。うまい。いや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 。でも狙い通りかもね。酸と甘さのバランスが結構こう一致したじゃん。そうですよね。やっぱさっきのは酸が主体で感じられちゃうけど、今回は甘さがしっかり出てくるし、ただといって酸がないわけじゃない。なんかしっかり甘酸っぱい印象で終わっていくし、あと濃度感も揃ったよね、多分。そうですね。多分このぐらいの方がいいかも。ただまあ実際に濃度がどのぐらい減ってるかちょっと調べてみようかな。もしかしたら濃度自体は変わってないのかもしれないけどね。味の出方でこんだけ。そうです。まあちょっと印象的にはさっきよりこう濃度感下がったのかなとは思うよね。体感的にはね思えるんですけど、まあね、これで本当の数字で見たらどうなるのかっていうところですね。うん。だいぶ減ってる。TDS も。今でいくつぐらいの数字に？今 1.28 とか。まあ、1.3 1.3 ぐらいかな。なるほどなるほど。うん。まあ、じゃあ少し下がったっていうような。まあね、でもさっきが 1.35 じゃん。そうですよね。で、これが今 1.30 で、はい、収率で言ったらめちゃくちゃ大差あるかな。あ、でもそんな変わんないか。さっきのが、すいませんね、結構小難しい話になってきたけどさっきのが 14.5 倍のブリューレッショで 1.35 なんで、収率は 19.6 ぐらいなんですよ。19.6 ね。20.1 なの。なので収率は結構引っ張ってんですよ。ブリューレッショは今回、15.5 とかになってるから、はい、さっきより伸ばしてるんで、はい、粉量を減らして湯量一緒だから。なのでその分成分はたくさん引き出してる。はい、つまりさっき言ってたその酸味、甘み、はい、苦味のこの順番の3しか出てなかったところをもっと引っ張り出したよっていうことが言えるわけですよ、このデータからは。はい、難しい？今私もはいはいはいって感じでしたけど、まあね、そういうことを頭の中で考えながら僕らってコーヒー入れてて、はい、あとさ、これ結構変わったなって思ったの、質感がかなり違うでしょ。変わりましたね、さっきと。そう、さっきのってやっぱ軽くて、だからこそちょっとその酸とかザラつきとかが目立っちゃうんだけど、これって少しだけ細かくしてることで質感が向上するんですよ。はい、そうするとより甘さって感じやすくなる。はい、でこの特にメインのブラジルが持ってる甘み、あと口当たりの滑らかさっていうのを引き出してあげるっていうことができるんですよね。なるほど。なのでお使いのねグラインダーが多分俺のものと皆さんのもの違うから、単純に同じようなコーヒー作れないかもしれないけど、ちょっと細かくしてあげて、でお湯の量はいつもと一緒だけど粉の量を少し減らしてあげる。そういう入れ方すると、もしかしたらこのマイルドカルディは美味しく入れられるかも。やっぱ酸を感じてしまった時の対処法かな、はい、今回。確かにこう、ね、最初結構酸がパンと出てましたから、そうだね。そういう系統の豆を苦さじゃなくてビターじゃなくて酸をいかにコントロールするかっていうのが今回のポイントだったっていうことですよね。でも豆自体はやっぱり美味しいっすよ。なんか俺常々言ってるかもしれないけど、コーヒーは全部美味しい美味しいところを絶対持ってる、はい、だからそこをどうやって引き出していくかがバリスタの腕だから。いやもうこれは素晴らしい素晴らしいはい、課金確かに今回何気なく始めた動画がそうだね、結構思ったよりすごい、もうここまでだいぶ時間も、ね、結構時間取ったね。取ってますけど、これ結構本当に教科書レベルの確かにな動画になっちゃいましたね。なんかやっちゃったね。いやこれカルディ売れるんじゃないですかとか言ってカルディさんお待ちしてます。何を。いや確かにさっきちょっとカルディさんね情報を調べてたらなかなかすごい歴史がすごかったね。いやでさっきちらっと見た時にその会社名を見たんですよね。株式会社キャメルコーヒー。
から雑貨じゃないけど、なんていうんですか、そのグロッサリーいろんな食品を使っておられるから、もともとはそっちかと思ったらコーヒー屋さんの名前なんですよ、会社名はね。始まりが自家焙煎店なんだよね。それがここまでになるってさ、やばくないですか？夢だよね。だから俺らがフィロコフィアがそうなる可能性もあるってことでしょ。だから本当にカルディとか、なんかね、その日本でいうとディーン&デルーカみたいな、ああいう感じにフィロコフィアがいつの間にかなってるみたいなっていうことですよね。まあそうなりたいかどうかっていう話なんだけどまあまあでもがぜん興味が湧いてきたよね、カルディに。すごいっすよね。すごい何気なく飲んでたけど、いやすごいっすわ。まあというわけで今回はちょっと真剣にマイルドカルディと向き合ってみた選手権まあでも今回のこの考え方はね、このもちろんマイルドカルディに限らず他のコーヒー豆でもね考えられることじゃないかなと思える内容だったので。そうだね。まあ俺の抽出する時の頭の中をちょっと解説してみたみたいなねところになります。はい。というわけでマイルドカルディめっちゃうまいっす。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。これでどうしても美味しくいらないなっていう時はフィロコフィアのコーヒーをそこでさらっとそうすればね。でも今美味しく入りましたからね。まあ入っちゃったんだよねまあでも全然美味しさの系統違うんで、というわけで役に立ったなとか面白かったなっていう方はぜひ高評価ボタン、あとチャンネル登録、あと友達へのシェアよろしくお願いします。じゃあ今日はこんなところですかね。はい、じゃあお疲れ様です。